がんの治療に馬の駆虫薬としても使われる薬が研究されているって聞いたら、えって思いませんか？今回はですね、アメリカの国立がん研究所 NCI がなぜ今武器を醸している駆虫薬イベルメクチンを研究することにしたのか、その背景にある科学、そして政治、さらには患者さんが直面する現実について詳しく見ていきたいと思います。早速この話の核心に迫っていきましょうか。一番の疑問はこれですよね。なぜがん研究のトップランナーであるはずの機関がコロナ禍でちょっと怪しい情報と一緒に出回ったような薬にわざわざ時間とお金をかけて研究しているのか。その答えは実は科学だけじゃなくて政治的な思惑とか人々の切実な願いなんかがもう複雑に絡み合ってるんですよね。この話のきっかけは NCI の新しいトップアンソニー・レタイ氏のこの言葉なんです。彼が言ってるのは、この研究は国民の広い関心に応えるためにやるんだと。つまりこれって純粋な科学的な発見からスタートしたんじゃなくて、社会の声がきっかけで動き出した研究だっていうことなんですよね。まず基本から押さえておきましょうか。イベルメクチンって別に怪しい薬ってわけじゃないんですよ。もともとは寄生虫が引き起こす病気の特効薬として開発されて、なんとその発見はノーベル賞まで受賞してるっていうものすごい薬なんです。じゃあ問題は何かというと、その由緒正しい薬が本来の目的とは全然違うがん治療という分野でどうしてこんなに注目されることになったのかっていうことなんです。さあここからがこの話の一番面白いところかもしれません。 NCI が研究を決めた裏側には科学的なプロセスとものすごく強い政治的な圧力とのぶつかり合いがあったんです。この研究を強力に後押ししたのがアメリカを再び健康に、通称マハっていう市民運動なんです。彼らが信じているのは、特許が切れた安い薬の中に大手製薬会社が儲からないからっていう理由だけで見過ごされているすごい治療法が眠ってるんじゃないかってことなんです。そしてトランプ政権の下で新しく就任したリーダーたちがこういう既存の医療に対する不信感に強く共感したわけですね。で NIH のトップ J バタチャリア氏のこの発言がもう全てを物語っているんですよね。多くの人が信じているなら真剣に研究する義務があると。つまり科学的に有望かどうかだけじゃなくて、国民がどれだけ関心を持っているかっていうのも研究テーマを決める大事な要素にするぞと。これって今までの科学研究のやり方からするともうとんでもない方向転換なんですよ。でももちろんこの動きにみんなが賛成しているわけじゃありません。 NCI の内部、つまり日々研究に明け暮れている科学者たちからは強い懸念の声が上がってるんです。この匿名の科学者の言葉、現場の混乱と怒りがもうひしひしと伝わってきますよね。彼らからすればこれって科学的な根拠よりも政治が優先された結果で、ただでさえ限られている貴重な研究費の無駄遣いだとそう見えちゃうわけです。このスライドを見ると対立の構図がすごく分かりやすいですよね。片方には国民の声に応えて安くて効果のある治療法を探すべきだという意見で、もう片方にはいやいや科学的な根拠がない研究にお金を使うなんてもっと有望な研究のチャンスを潰してるだけだっていう科学者たちの意見。どっちの言い分もなんだか分かる気がしませんか？まさに2つの正義がぶつかり合ってる状態なんです。じゃあ一旦政治の話は横に置いといて、純粋に科学の目で見てみましょうか。そもそもイベルメクチンががんに効くかもしれないっていう考えに科学的な根拠って少しでもあるんでしょうか？がん細胞ってどうして無限に増えちゃうのか、その仕組みの一つにウィント経路っていうのがあるんですね。すっごく簡単に言うと、まず細胞に増えろっていう命令が届く。でその命令をメッセンジャーが細胞の司令塔に運んで分裂のスイッチがオンになる。そんな流れです。多くのがんではこの仕組みが暴走しちゃってるんです。でここからが面白いところなんですけど、いくつかの実験室レベルの研究でなんとイベルメクチンがこの増えろっていう命令を司令塔に運ぶメッセンジャーの邪魔をする可能性があるってことが分かってきたんですよ。命令が司令塔に届かなければがん細胞は増殖のスイッチを押せないということですよね。しかもイベルメクチンが影響を与えるかもしれないのはさっきのメッセンジャーだけじゃないみたいなんです。この表を見てください。がんの増殖スイッチそのものである β カテニンとか命令の受け手である LRP6、 さらには転移に関わる分子とか複数のターゲットに効く可能性があるってことが実験室レベルでは報告されてるんです。つまり一つの方向からだけじゃなくていろんな角度からがんの活動を抑え込めるかもしれない。これが一部の研究者がイベルメクチンに注目している科学的な理由なんですね。ただ実験室で良い結果が出たからってすぐに患者さんのためになるかっていうと話はそう単純じゃないんです。ここからはがん患者さんたちが直面している希望とそして危険についての話です。これすごい数字ですよね。実験室での話ですけど、ある研究ではイベルメクチンによってがん細胞が移動する能力、つまり転移のきっかけになる力がなんと 50% 以上も下がったっていうデータが出てるんです。もちろんあくまで細胞レベルの話ですけど、希望を持ちたくなる数字なのは間違いないですよね。でもその希望に臨床の専門家はこう釘を刺すわけです。試験管の中で効くものは山ほどある。それでも人で効くとは限らない。この言葉が研究室の中と僕たちが生きる現実との間のとてつもなく大きな溝を物語っていますよね。実験でうまくいったからって人間の体の中で安全に、そして同じように効く保証なんてどこにもない。ここを勘違いしちゃうのが一番危ないんです。証明されてない情報を信じてしまうと本当に深刻なリスクがあります。例えば効果がちゃんと証明されている標準治療を自分の判断でやめちゃったり、もっとひどいと人間用じゃない家畜用の薬を飲んでしまったり、実際にイベルメクチンの飲みすぎで神経に異常が出て救急車で運ばれたっていう報告もあるんです。これ本当に命に関わる話なんですよ。じゃあこのごちゃごちゃした状況の中で科学はどういう答えを出せばいいんでしょうか。 NCI の研究っていうのはまさにそのための次の一歩というわけです。 NCI が目指しているのはすごくシンプルです。 SNS の噂とか個人の体験談とかいろんな情報が飛び交う中でもう誰もが納得せざるを得ないゴールドスタンダードなデータを示すこと。イベルメクチンは本当に効くのか効かないのか、その白黒をはっきりさせるためのちゃんとした科学的な検証ということですね。
で、その答えがいつ頃見えてくるのかというタイムラインがこちらです。まずこの初期段階の研究、つまり人間で試す前の細胞とか動物を使った研究の結果が2026年の半ばには出てくる予定です。この結果を見て次のステップ、つまり人間での臨床試験に進むべきかどうかが決まるということになります。結局このイベルメクチンをめぐる一連の騒動って僕たちにすごく大きな問いを投げかけてると思うんです。科学への信頼がなんだか揺らいでしまっているこの時代に、一体誰がどの科学にお金を出す価値があるかを決めるべきなのか、専門家たちなのか、それとも僕たち国民の声なのか。これって本当に難しい問題ですよね。皆さんならどう考えますか？いやー、今回取り上げるニュース結構衝撃的ですよね。本当にこれはいろいろな意味で考えさせられます。ノーベル賞まで取った薬、イベルメクチンですけど、はい、寄生虫の薬としてもう広く知られてますよね。それをアメリカの国立がん研究所 NCI がですよ、がんの治療薬として本格的に研究を始めたと。コロナ禍でも様々な議論を呼んだこの薬がなぜ今がん研究の最前線にいるのか。これ単なる科学的な発見だけじゃない、もっと大きな力が働いてるみたいなんですよね。おっしゃる通りです。これはイベルメクチンという一つの薬の話にとどまらないんです。科学がどう進めべきか、その方向性をめぐるある種の思想の対立が表面化した事件とも言えるんですよね。思想の対立ですか。それは興味深いですね。では早速そこから紐解いていきましょうか。まずそもそも世界トップクラスの研究機関である NCI がなぜこのタイミングでイベルメクチンに注目したんでしょう。何かこれまで知られていなかった画期的なデータでも見つかったとか、そういうことなんですか。それが今回の話の一番面白いところであり、一番重要なポイントなんです。実はこの研究の直接の引き金になったのは、純粋な科学的発見というよりもアメリカの保健政策そのものの大きな地殻変動なんですよ。地殻変動。はい、その中心にあるのが MAHA、つまり Make America Healthy Again というムーブメントです。 MAHA 運動。これはケネディ・ジュニア保健福祉長官とか、あと NIH 国立衛生研究所の新しいトップになったバター・チャリア長官らが主導している新しい潮流ですね。その通りです。彼らが掲げるスローガンは医療の自由。その根底には非常にパワフルな思想があるんです。というと、それは大手製薬会社が利益にならないからって見向きもしなかった安価で特許も切れた薬の中にこそ埋もれた宝があるはずだと。なるほど。それを国家が主導して発掘すべきだっていう、そういう考え方なんですね。面白いですね。つまり儲からないから誰もやらないけど、実はすごい薬が眠ってるんじゃないかという一種の宝探しを国がやろうと。まさにそういうロマンを求める国民の声に応えてるわけですね。そしてイベルメクチンはその埋もれた宝の象徴として多くの人々からも熱烈な支持を受けてるんです。なるほど。 NIH のバタチャリア長官の言葉がこの動きを非常によく表してて、彼は多くの人々が信じていることには NIH として真摯に向き合う義務があると公言してるんです。さらに踏み込んで NIH は MHA の研究部門になるべきだとまで言ってるんですよ。すごいですね。研究機関のトップが特定のムーブメントの研究部門になるとまで言うんですね。そして決定的なのが、今回 NCI のレピー長官がこのイベルメクチンの研究を発表した場所です。場所ですか。それが他ならぬ MHA 研究所が主催したイベントの壇上だったんです。それはもう偶然じゃないですね。はい、この研究が MHA 運動の強い影響下で始まったことを示す何よりの証拠と言えます。なるほど。つまり純粋に有望な科学データがあるから研究しますっていうボトムアップ式じゃなくて、これだけ多くの国民が関心を持ち、政府も後押ししてる、だから我々が科学的な拍手をつけますっていうトップダウン式のいわば政治的な要請にお応える形で始まった研究と見た方が正確なんですね。はい、その通りです。純粋な科学的探求心と国民の関心や政治的な意向、その両方が複雑に絡み合って始まった新しい形の研究と言えるでしょうね。政治が科学を動かすというのは何とも現代的です。でもその動かされた科学の中身が全くの空っぽというわけでもないんですよね。もちろんです。いくら政治的な要請があったとしても、NCI が動くからには何かキラリと光る科学的な仮説があるはずです。研究室レベルでは一体どんな効果が期待されてるんでしょうか。そこがこの話をさらに複雑に、そして魅力的にしている点なんです。もちろん単なる人気投票で研究対象が決まるわけではない。イベルメクチンが本来の寄生虫を殺す仕組みとは全く異なる作用で、がん細胞の生存戦略を妨害する可能性を示唆する基礎研究が確かに積み上がってきてるんです。がん細胞の生存戦略を妨害する。はい、がん細胞が生き残り増殖するために使っているいくつかの重要な生命線を断ち切るような働きですね。特に注目されているメカニズムが3つあります。3つも。まず1つ目が WNB カテニンシグナル伝達経路というがんの増殖スイッチを直接妨害する可能性です。待ってください。それってがん細胞にもっと増えろとか他の場所に引っ越せって命令を送る、いわば社内の命令系統みたいなものですか。まさにその通りです。素晴らしい例えですね。よかった。イベルメクチンはその命令系統の途中に割り込んで命令書を握りつぶしてしまうようなイメージです。なるほど。この命令系統は特に大腸がんとか治療の難しいトリプルネガティブ乳がんで暴走していることが多いので、ここを止められるなら大きいと考えられているわけです。司令塔を黙らせるわけですね。これは面白い。では2つ目の生命線は何でしょう。2つ目はがんの最も厄介な性質である転移に関わるプロセスです。上皮関与転換、略して EMT と呼ばれています。EMT。はい。これはおとなしく一箇所に固まっていたがん細胞がある時性質をガラッと変えて動き回り始めるんです。はい。で、血管とかリンパ管に侵入して全身に散らばっていく、いわば悪魔の変身のようなプロセスなんですよ。うわー、厄介ですね。研究室レベルのデータではイベルメクチンがこの変身のスイッチが入るのを妨げる可能性があると報告されています。転移の始まりをブロックできるかもしれないと。がんがその場に留まってくれるなら治療の仕方も全く変わってきますよね。そして3つ目はがん細胞を守るボディーガードを無力化するというものです。
HSP27 というタンパク質なんですが、ボディーガードですか？がん細胞は抗がん剤や放射線治療といった我々が仕掛ける攻撃に対して常にストレスにさらされてるんですね。はい。この HSP27 はそうしたストレスからがん細胞を守って治療が効きにくくする厄介な存在なんです。なるほど。イベルメクチンはこのボディーガード役の HSP27 に直接くっついて、その働きを邪魔することでがん細胞を丸裸にして治療に対して脆弱にするんじゃないかと期待されてます。がんの司令塔を黙らせ、悪魔の変身を止め、さらにはボディーガードまで無力化する。いやー、研究室レベルの話とはいえ、これだけ多角的な効果が期待されていると、確かにもしかしたらと思いたくなる気持ちもわかりますね。そうなんです。だからこそ単なる噂として片付けられないだけの科学的仮説が存在する。しかしここからが非常に重要なんですが、研究室のシャーレの中と複雑なシステムである人間の体との間にはとてもなく大きな壁が存在するんです。そこですよね。結局のところこれは何を意味するのでしょうか。試験官の中での有望な話はよくわかりました。でもそれが実際にがんに苦しむ人間に対して効果があったのか、その臨床データはどうなってるんでしょう。まさにその点にこの問題の核心があります。今お話ししたような全臨床研究、つまり試験官や動物実験レベルでの大きな期待と実際の臨床データとの間に巨大なギャップが存在するという事実です。ギャップ。ある医師が資料の中で語ってましたが、試験官の中で効く薬なんて山ほどある。それが人間で効くとは限らないという言葉がこの状況を的確に表しています。そのギャップを示す具体的な臨床試験のデータはあるんですか？はい。例えば、転移のあるトリプルネガティブ乳がんの患者さんを対象に行われた第2相臨床試験の結果が報告されています。これはイベルメクチンをペンブロリザマブという今をときめく免疫チェックポイント阻害薬と併用する非常に期待の持てるデザインの試験でした。免疫療法との併用、狙いは何だったんですか？はい。イベルメクチンががん細胞の死に方をうまくコントロールして、免疫細胞ががんを敵として認識しやすくする、いわゆる冷たいがんを熱いがんに変える効果を期待したんです。免疫療法が効きやすくなるんじゃないか。その通りです。免疫システムのブースターとしての役割を期待したわけですね。で、結果はどうだったんですか？残念ながら欲しいものではありませんでした。安全性に大きな問題はなかったものの、治療によってがんの進行を抑えられた期間の中央値はわずか 2.5 ヶ月。2.5 ヶ月ですか。期待が大きかっただけに厳しい結果ですね。これはこのタイプの乳がんに対する他の治療選択肢と比較しても画期的とは到底言えない数字です。期待されたほどの効果は見られなかったというのが結論ですね。なるほど。そしてこの結果を NCI が進める他の研究と比較してみると、イベルメクチン研究の立ち位置がより鮮明になります。と言いますと、例えば NCI が開発した BIPOR 療法という悪性リンパ腫に対する治療法があります。 BIPOR。はい。これは5種類の薬剤を組み合わせたものですが、その発想が全く違うんです。がん細胞の遺伝子やタンパク質を徹底的に分析して、そのがんが生き残るために依存している弱点を特定する。で、そこをピンポイントで叩くように設計されている、いわば超精密な誘導ミサイルのようなアプローチです。なるほど。精密医療ですね。その結果、バイポール療法は治療が難しくなった患者さんの 38% でがんが完全に消失する完全走行という驚く的成果を上げたんです。 38% はすごいですね。完全に消えるわけですか？つまりここにがん治療未来をめぐる2つの全く異なる思想の対立が見えてくるんです。一つはバイポール療法のように最新の分子生物学を駆使してがんの弱点をピンポイントで狙う精密医療のアプローチ。もう一つはイベルメクチンのように安価な既存薬に隠された未知の可能性を信じるいわば再利用アプローチ。なるほど。このイベルメクチンをめぐる騒動はまさにこの2つの思想が激突している最前線だと言えるんです。これは単なる科学論争では終わりませんね。資料を読むと NCI という一つの組織の内部でさえこの方針をめぐって大きな対立が生まれていると。そして何より実際に治療を求める患者さんが直面するリスクという非常に人間的な側面が浮かび上がってきます。おっしゃる通りです。 NCI 内部ではこのイベルメクチン研究の方針をめぐって深刻な不協和音が鳴り響いています。ある資料によれば NCI で長年キャリアを積んできた科学者たちはこの決定にショックを受け愕然としている。ショック&アポールと。愕然としている。それはただの意見の相違というよりもっと強い感情がこもった言葉ですね。彼らの懸念は具体的に何なんでしょうか？一言で言えば機械損失と科学的合理性への疑念です。機械損失。限られた研究資金や優秀な人材といったリソースがバイポール療法のようなより有望で科学的根拠のしっかりした研究から奪われてしまうんじゃないかと。そしてそのリソースが SNS などで広まったいわば民衆の声に押された形の非科学的なアイディアの検証に使われてしまうんじゃないかという強い危機感です。なるほど。彼らは既存薬の再利用という考え自体を否定しているわけではないんですね。決してそうではありません。むしろ彼らが問うているのは科学的な優先順位なんです。優先順位。はい。数ある再利用候補薬の中でなぜこれほど政治色が強く前臨床データと実際の臨床データの乖離が大きいイベルメクチンが優先的に選ばれるのかという純粋に科学的な観点からの疑問です。ある科学者は馬鹿げている、インセインとまで言い切っています。科学的な合理性よりも政治的な話題性が優先されているように見えるという言い方ですね。そしてその混乱の最も大きな影響を受けるのが患者さん自身だと。はい、それが最も憂慮すべき点です。例えば有名ポッドキャスターのジョー・ローガンの番組で俳優のメル・ギブソンがある発言をしたエピソードがありました。イベルメクチンを含む薬の組み合わせでステージ4のがんだった友人が3人治ったという趣旨の発言です。この動画は1200万回以上も再生されています。1200万回。こうした SNS や口コミを信じて自己判断で本来は家畜用に作られた高濃度のイベルメクチンを服用してしまう人々が現実にいるんです。家畜用ですか？それは危険すぎる。健康被害も報告されてますよね。はい、非常に痛ましい事例が報告されています。転移性の骨くしょうを患っていたある青年が
SNS の情報を見て処方箋なしで入手したイベルメクチンを服用したそうです。うわその結果、激しい吐き気や倦怠感といった神経毒性の症状に見舞われ救急搬送されたと。薬の直接的な毒性も問題ですが、最大のそして最も致命的なリスクは他にあります。というと、それは効果が科学的に証明されている標準治療を遅らせてしまったり、あるいはこんなに簡単で安い薬があるのに医者は儲かる高い薬を使わせようとしてるんだと不信感を抱いて標準治療そのものを拒否してしまったりすることです。なるほど。藁にもすがる思いの患者さんにとって安価で手に入る奇跡の薬という物語はありがたいほど魅力的に聞こえてしまう危険性があるんです。公的な研究機関が研究対象にするという事実がその物語にお墨付きを与えてしまう可能性もあるわけですね。その通りです。だからこそ内部の科学者たちは噂を検証するという大義名分がかえって誤った期待を煽り患者を危険にさらすんじゃないかと深く懸念しているわけです。さて、様々な角度からこの問題を掘り下げてきましたが、 NCI は現在より質の高い前臨床研究を進めているとのこと。その結果は数ヶ月後、具体的には2026年の半分には出る予定だそうですね。ただ、当の NCI のレタイ長官自身もイベルメクチンが万能薬になることはないだろうと過度な期待を抑えるような発言をしているのが印象的です。はい。この一件は最終的にイベルメクチンに効果があるかないかという結論以上に現代医療が抱えるもっと根本的な緊張関係を象徴しているように思います。緊張関係？つまり厳格な科学的根拠に基づいて研究の優先順位を決めるべきだという原則と大衆の強い関心や政治的な圧力にどう応対するかという現実、この2つの間で公的な研究機関はどうバランスを取るべきなのかという思い問いを私たちに突きつけてるんです。結果がどうであれこのプロセス自体に意味があるかもしれないと。そうですね。今回の NCI の研究はその成否に関わらず世間に広まった大きな疑問に対して逃げることなく科学的なデータという形で一つの答えを出そうとする公的機関としての責任を果たそうとする試みと捉えることもできるでしょう。イベルメクチンとか同じく駆虫薬であるフェンベンダゾールにシンプルで安価ながん治療法を求める人々の動きはもしかしたらもっと大きなトレンドの一部なのかもしれません。高額で複雑化する一方の現代医療に対するある種の不信感やもっと分かりやすい解決策を求める根源的な欲求の表れとも言えます。情報、そして時に誤った情報が瞬時に世界中に拡散してしまうこの時代に科学機関が国民の信頼を勝ち取りそして維持していくためには一体どうすればいいんでしょうか。まさにそれがこの話の最後にあなた自身に考えていただきたい問いです。科学機関が取るべき最善の道とは何でしょうか。データに基づいた自らの優先事項を外部の圧力に屈することなく厳格に守り抜くことか、それともたとえ文句を醸すような話題であっても国民が抱える大きな関心ごとに正面から向き合い明確な科学的データを提供することでその役割を果たしていくべきなのか、あなたならどう考えますか。